やっと秋の気配が、はい、まだ日中は暑いけど朝晩本当にもう秋がそこまで来てるなっていう感じになってしのぎやすくなりました。今日もガーデンズの朝はね、ちょっと爽やかですよね。爽やかです。光も綺麗だしね。やっとお店にもお花が、そうですね、やってきました。はい、で今日は皆さんにくまちゃんと一緒に、寄せ植えをご紹介したいと思います。くまちゃんが実はね、夏の見本市に行って見つけてきたポットがちょっとこのアンティークっぽい感じに見えないかなっていうので、このオーバルの形にちょっとこの取っ手がついてるのが可愛いと思ったんですね。ここに植えてあげるとよりこのアンティークっぽい雰囲気が、これ足もちょっとついてるからおしゃれなんですよね。本当ですね。足もちっちゃとついてますね。なのでちょっとこのポッテイさんにこの秋の寄せ植えをエレガントがいいね。そうです、エレガントです。エレガントな感じに植えましょう。はい。もうね、真夏じゃないから全然大丈夫ね。はい。じゃあ今日はエレガント、目指せエレガントで。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、初心者さん向けだよね。そうです。考えたのは。今日は初心者さん誰でもできる誰でも素敵に見える簡単な寄せ植えを作りたいなと思ってます。今日選んだもう本当に秋のお花なんですけども、一つずつちょっとご紹介しますか。はい。ね、もう秋といえばケイトウですね。私の子供の頃のケイトウなんてトサカみたいになってましたよ。ケイトウといえばそういう感じで、お墓さんに持っていくイメージ、仏さんにあげるイメージだったけど、今はなんておしゃれなんでしょうね。色合いもすごくね、アンティークね、こういう鉢にすごく合うなと思ったんですよね。すごい優しいエレガントにはぴったりのケイトウです。で、お花もう一つ。これがトルコキキョウですね。私の中のトルコキキョウはこんな優しいエレガントなんかなかったですけどね。なかったですね。キキョウといえば紫で、ね、すごい優しいニュアンスのある、いいね、色合いですね。It's in the air, you feel that it's bringing back images. 園芸店に行った時に寄せ植えを作ろうと思うと、お買い物かごの中にポンポンポンって入れて、こうやって合わせてみたらいいです。その時に集めてただ置いて合わすだけで、素敵だなと、色味がよくうまくいったなって思えば買ったらいいと思いますし、秘訣はそのお買い物かごの中でちょっと色を他の苗は持ってこずに、自分が買って帰りたいものをちゃんと合わせて見ることが大事かな。今日はこれとこっちね、もう一つはこっち。もうこのね、集めた段階で素敵ならね、そしたら帰っても素敵なのができるの。そうですね。はい。で、迷ったら少し買って入れたら、例えば迷ってこれもなってこうなっても全然大丈夫なので、お買い物かごの中で確かめてみましょう。じゃあまず、ガイラッディさん、今咲いてないけどね、これから咲くと素敵ですよね。咲いていくと思いますので、これはもうたった2種類よ。そう、2品種だけで素敵なのが作りたいなと思いました。はい。動きがある子ですね。はい。じゃあくまちゃんお願いします。じゃあガイラルディアさんの3個 ?2 個 ?2 個か3個入れたいな。2つぐらい。ちょっと軽くね、こうしますね。ちょっと置いてみよう。まずは土をね、この苗のポットの下まで入れておきます。それが秘訣です。入れておいて組み合わせを考えてみます。はい。こんな感じに入れて。でもこれだけでも可愛いよね。この単色植えでも可愛いよね。こうすると、これでもうほぼ骨格ができちゃったっていうので、入れた時にもうこの段階である程度の骨格ができたら、この向きとかね合わせてもらったら
いいかな。前とかね横とかどこから見るか、どこに置くかかな、一番。そうですね。でどの高さに置くかも大事で、今テーブルの上にね置いて作ってますけど、まあ、テーブルの上に置く置き方と床の上に置くとか椅子の上に置くで高さが変わるんで、見える目線が変わるので、それはとても大事です。はい。はい、じゃあもうこのね、あとはこの地図サンゴの入れていくだけになるんですけど、ちょっとこのガイラルデが長いので、ちょっと動きのある長いものがあった方が合わせられるかなと思うので、同じこのね、ありますけど、そうそう、お店に行ってあったあったって思わないで、一つ一つの売ってる表情がね、違いますもんね。違うものね。でちょっと長いもの、スッとした子をこの中に入れると、なんかこれに馴染むかなと思うので、そうね、ぺちゃんこの子もいるね。そうね、ぺちゃんこの子は外側か。そうですね。そうね。まあそういうのも意識して、でお花のね大きさとか高さとかも意識して選べなきゃいけないですね。はい。私もなんかよく寄せ植え教室に皆さん言うんですけど、長いのを外に垂らそうとする人が多いんですけど、それ全体にタラタラと外に出るんではなくて、中に向けて入れていくと動きがすごく出るんですね。長い子を外にってしますけど、中に持っていってあげると動きが出ます。中に入れると。そうですね。そこ中に入れましたね。じゃあこっちにもう一つ入れますよ。いい感じ、かわいい。で、絡ますんよね。そうです。土入れる前に、さっきも土入れたいです。土ふわっと入れときますか。もう後ができないので、先に土入れますね。で土入れる時には必ずもうこの空いてる手前から、よく皆さん土入れで失敗するんです。ここまででもうすごく素敵にできてるんですけど、入れる時にギューってしてここから入れようとするんですけど、もうそこはいらない。この横から入れて手でこうやって中に押し込んであげる方が綺麗に。こうやって外側に入れるのね。そうです。ここの外側空いてるとこだけでこう手で奥に土を。手でね。手でです。だから今日は私にこのこうやるからこの手袋の方がいいですよって言われて、ね、必ずこう土を入れてあげるんですよ。足元に。でこの苗と苗の間にね、株と株の間の隙間があるのをこうやって、手で入れなさい。そうです。こうで入れたもの。そうです。でこれをしながら自分のそれとこの上が変わらないんだね。そうなんです。そっか、みんなね最初置いてるのを素敵に置いてるのに土入れたらあーってみんな言ってますよね。なんか違うんです先生とかって言うんですけど、言ってる土入れで結構変わります。最後の印象は。じゃあこの横入れて指で真ん中に持って土を入れるのが上手な人は寄せ植え上手かもしれない。わかるかもしれないです。私ね、土入れるのが下手かも。それはどういう意味？組み合わせすっごい上手だと思うんですよ。自分で言うのもなんですが。そうですね。そう、あといつもさ、センス抜群ですね。そう、あといつもちょっと土入れといてって去るでしょ。去りますね。これで植えといて。これで植えといてっていつも去るじゃないですか。そう、くまちゃんだって上手なんだもん、土入れて。土入れですよ。土入れがすっごい上手だから。私はこの土を入れながらこの向きとかをこれぐらいにしようと思って止めてるんです。なるほどね。土をガンガン入れた後でもうちょっとこの人こっち向いてくれた無理だよね。やってもやっぱり苗も傷むし、思うような方向に来ないので、こうやってやりながら、こう向きをね、もうちょっとこれだともう少しこの株を起こしながら土を入れようとか、ギュッと入れるとか、斜めにしようとか、一個一個ながらくるくる回しながらやってるのね。そうですよ。バランスを見ながらやってますね。はい。なんですけどこうやって入れてあげると土が自分のもう指の感触でここ入っていないとかいうのがすぐわかります。入れてあげようっていう。
It's in the air. We feel that it's bringing back images. We're making our way.北欧展始まりましたね。はい、始まりました。ビーグリーンさんのね、はい、デンマークのビーグリーンさんの鉢、はい、ね、これも結構お店に今出ています。はい、で、ちょっとここに集めてきました。はい、日本のね、庭に置きやすい小さい、これからだったら冬なので、ちっちゃいね、鉢もね、育てることができるので、まあ集めてきて、それぞれ表情があって、いいですね。こうやって置いてるだけでも可愛い。そう。何も置いてなくても可愛いよね。本当に、なんかもう、形と色の具合がされてますよね。日本にはない感じと。そうですね。でも、ね、どれも欲しい。どれ並べといても可愛い。可愛いです。で、一つだけでもね、私ビーグリーンさんの鉢に、日本では使いづらいなと思うことがある。何ですか？寄せ植えがあんまり似合わないんだよね。ちょっとなんか想像がつかないかも。主張はしてないんだけど、鉢がとても存在感があるので、私は単色植え、シンプルにもう何種類もこう寄せないで、一つで単体で同じものを植えるのにはとってもかっこよく演出してくれる。そうかもしれないです。お互いを引き立て合うようなかもしれないですね。なんか、私が一番最初にデンマークのダルビーさんのところ行って、感動したのもそこなのね。ポッティングガーデンなんですよ。そうですね。日本だと一つの鉢の中にいろんな葉っぱを植えて、するのが、主流になってますけど、デンマークに行った時には、これに、例えばピンクのお花、で、これに葉っぱだけ。そうですね。で、またこう違うお花がここに入ってて、寄せ鉢と言いますか、ポットをいっぱい並べて、空間を寄せ植えのでかい版よね。そうですね。そういうの見ましたよね。見ました。そう。で、素敵だなと思って、使ってる、ポットが本当に近くで生産されてる工場があるからと教えてもらったのが、この一つ、ビーグリーンのポットです。なので、今日も、やっぱり、寄せ植えもご紹介はしたいと思うんですけど、朝から何回もやってみたんだけど、もうビーグリーンはやっぱり潔く単品植えでいこうと思います。で、この子に似合う寄せ植えは、夏に観葉植物をね、これで白の観葉植物作りましたけど、この鉢をここの仲間入りに入れて、これに寄せ植えを作って並べたいと思います。ね。じゃあ、まずどうする？寄せ植え？それとも単品植え？寄せ植えにしちゃおう。わかりました。そしたら、寄せ植えに合わせた方がいい。これは日本で買えるガーデンズでも、ね、オンラインでも販売してますので、これをまず、ちょっとこれのけますね。このあたりだけね。この方に置いときます。今しか植えられないですね。トルコギキョウね、飛んでこないので。そうですね。この季節だけのものですね。なんでシックな色なんでしょうね。おしゃれですね。で、用意したリーフが唐辛子ですね。これがね、いい色になってきましたね。黒い子。正面がどっちかね、考えながら植えなきゃいけないので、私たちの前と見せてもらって、後からくるっと回します。うわ、シック。シックですよね。本当。秋って感じ。とてもシック。おい、締め入れで入れたんですよね。すごいね。やっぱりこうフラワーのブーケを作っていく感覚だね。そういう感覚で選んだらいいわけね。そうです。特別寄せ植えとか思わなくていいんだ。そう、もう自分の好きな感覚でいいんじゃないですかね。合わすのが。ちょっと
け先にうんある程度入れとこうのね。この間だけね、うん苗と苗の間にもちょっと端には入れたらダメね。端は入れないで中に入れても中です。中ね。分かった、中央に入れて。そうです。これだけをちょっと軽くも入れておけば、後で最後の仕上げでは入れます。はい。で、あとがこれ初雪カズラですよね。うん。このちょっと暴れてる感じも可愛いので、これもちょっとあ、これバラバラになるよ、ともちゃん。なりますか？ないわもうバラバラでなくても塊で入れてもいいな。いいですか？はい。ちょっと平べちゃくして。はい。完全にバラしはしないんですけど、これもバラバラにもなるね。これもね、もう残りのスペースが少ないので、横にこうぺちゃこする。これをちょっとこうほぐしてあげると好きなように動きが出ます。入りますね、この狭いところ。でも完全ばらかさなくても、垂れようとか思ったら、この動きをこれをね組み直すとか、こうやるくらいひねる。ひねってみたりとあ、かぺちゃんこにしてこう。これ私はぺちゃんこにしてます。ちょっとひねってあげるでとヒュッとひねる。あ、本当だ、動きが出る。動きが出ひねるだて、け面白い。完全にばらさなくてもうん。いいつ感じないたままでね。そうなんです。うん。こっちこう行きましょうか。うん。立ち回してくれていいですよ。3つ入れますかね。 3つ欲しいですね。で、ここにこうできたら、フラワーアレンジメントと一緒だけど、偶数より奇数入れた方が、こういう丸いね、そう丸い、ブーケと一緒なので、はい丸を作るときには、2個より3個ね、そうですね。の方がバランスが取りやすい。丸く見えやすいのね。これ一緒だよね、ブーケ作るときと。これまたゴージャスだわ。ツイカズラのこの色があえて抑えめでうん。引き立てますね、この。本当だね。うん。いい仕事してくれてますね。そういい仕事してます。これがちょっと辛口になります。これがジャスミンになるとあーちょっと甘いね。甘くなっていくので、ふわふわしすぎるのね。そう優しいイメージがこの口にはこれぐらいピリッと大人っぽく辛口でいってもいいかもしれないです。本当だ、本当だ。もうね、絡んでいくと、緑が絡んでいくといい感じよね、この紫の唐辛子と。ね。どっからでもいいですけどね、これどもこから見てもいいようには植えられてるんです。斜めも綺麗やな。どうしますね、ちょっとぐるっと回して見せてくれる？はい。ゆっくりゆっくり。そうね、ゆっくり回して。こっちはちょっと裏でしょ。裏ですね。でしょ。裏ですね。裏です。ここが私は前と思っそて。こが一番斜めが一番。これぐらい。それ。はい。じゃあ今日はここですね。こんな感じで。じゃあこれに本当大人っぽい。大人っぽいね、素敵だとはね。全然イメージがガラッと変わりましたね。でもたった3つ。たった3つなんですよ、本当に。今日のポイントはそれですよね。数少ない数2種か3種で寄せ植えをする。そう。でこれだけおしゃれになるんです。選ぶね、あれは合わせれば。なんかポットによったらやっぱり芯がいるとか思うね。そう。芯が必要とか思ってこの円も別に芯がなくてもブーケを作る感覚だとできるのね。はい。いいですね。動きをある葉っぱを合わせる。そうですね。っていうのもまたさっきと一緒ですね。はい。じゃあこれにビーグリーンを合わす場合。はい。お楽しみ。ちょっとどんな風になるのか。じゃあ鉢を上に置いてみるね。はい。それを置いて。これちょっと考えてみようかな。はい。いい色してますよ。どうしますか？これだと、こっちの方、そうね。で、この大きいのはどうしますか？もう一つボンとシュウメイギクさん、今の季節ならシュウメイギクさん、秋っぽい秋の感じでね。感じになりますよね。そうそう。こんな組み合わせで寄せ鉢にしておいたら、お庭がおしゃれやね。